作曲をしていて再生ボタンを押したり、どこから再生するかを選択したりする時間が無駄だと思ったことはないでしょうか。また再生することで曲に聴き入ってしまって作曲作業そのものが遅れてしまうといった経験はないでしょうか。それらの悩みを解決するために和音を選択したり編集したりした時に、その都度短い部分を再生するようにしてみました。またブロックを選択した時もブロックの再生をするようにしました。そのため再生ボタンやそのショートカットキーは用意しましたが、それほどは必要ないはずです。少しでも作業効率を上げるのに役立てられたらと考えています。ところでこのソフトには再生ボタンが2つあります。1つ目は少し前からの再生でスペースキーが割り当てられていて、デフォルトでは選択マークの約2小節前から再生されます。どのくらい前から再生するのかは設定画面で変更できます。もう一度押せば再生は止まります。アイコンは画面の上の方の戻るような記号のアイコンです。このソフトではループ再生機能がありませんので、その代わりにこの機能を使ってもらえればと思います。2つ目は選択マークの位置からの再生です。このボタンです。シフト+スペースキーが割り当てられています。全体を再生したいときは選択マークをスタートの位置に持ってきてからスペースキーを押してください。乗り物やベッドの中でも作業しやすいよう、マウスやトラックパッドを使わなくてもある程度の編集ができるようになっています。選択マークは左右の方向キーを使ってブロック間や和音間で移動できますが、 X キーを押すと和音選択とブロック選択の状態を切り替えられます。またすでに別の動画で紹介したようにコントロールキーを押しながら矢印キーを押すことで物を隣の場所にコピーすることができますが、オルトキーを使うとコピーではなく単なる移動をさせることができます。このコピーと移動を組み合わせることでマウスを使うよりも早く和音やブロックを好きな場所に配置することができるでしょう。画面の拡大縮小は虫眼鏡ボタンでもできますが、ショートカットの H や G が便利です。シフトキーを組み合わせると縦方向の拡大縮小もできます。ブロックや和音を消す方法としては、一気に複数個を消す方法と一つずつを連続で消していく方法があります。和音や転調、ブロックを削除するときはバックスペースキーまたはデリートキーを使って行います。両方とも選択中のものを消すところは同じですが、連続で押した時の振る舞いが異なります。テキストの編集と同様、バックスペースキーではどんどん前のものを消していきます。デリートの場合は逆に後ろのものを消していくことができます。キーボードのマッピングは国やモデルによって大きく異なっていて、機種によっては片方が存在しなかったり、
デリートと書いてあるのにバックスペースの機能を持つものもありますので、使いながら判断してください。ショートカットキーの説明です。右ペインの表示を切り替えるショートカットキーは、タブについた名前をヒントにして N、M、L のようになっていますが、実はそれぞれシフトキーを同時に押すことでタブでの設定内容を解除することができます。具体的には、1つ目のタブの設定内容には、渓流やクレッシェンドなどがありますが、これらはすべてシフト足す N でクリアされます。また、メロディー関連の情報のクリアはシフト足す M でされ、ハモリ関連の情報のクリアはシフト足す L でされます。和音を複数個選択しておけば、複数の和音に対して一度に、例えばメロディーやハモリをクリアしたり、といった使い方ができます。便利だと思います。